こんにちは、ずんだもんです。やっぱり、妖精の中田さんは、ずんだもんを週末に働かせます。です。でもね、やっちゃったら仕方ないのです。さてノート編、クローバーとオープンコアができたら、やっぱり皆さん思った通り、ディュアルブートでしょう。その通りです。オープンコアだといつもこの辺りで迷うんですよね。ここで一言。ビットさんの意地悪。妖精の中田さんの言うには、この話で目にタコができましたって、ジョークが飛び交うほどだったんだって。文句言っても始まりません。やっちゃいましょう。ずんだもんです。今回もめんどくさいのは嫌なので、これはすべてフィクションです。こんにちは、ずんだもんです。ここではノート編の2つのブートローだと Windows 11の選択をします。前もって妖精の中田さんがブートフォルダを作ってくれたので楽ができちゃいます。もし他のテーマがいい場合は REFIND のテーマファイルを交換して REFINDCONF ファイルを書き換えてくださいね。まず、設定ファイルを直すために使うテキストエディタ MI をダウンロードして使えるようにします。動くかどうかきちんと試してみてくださいね。次に妖精の中田さんが作ってくれたブートフォルダをずんだもんのページからダウンロードしましょう。デスクトップに持っていってブートという名前に変えましょう。最後にまとめる EFI フォルダを前もって作っちゃいました。次は今までで作ったクローバーの EFI フォルダとオープンコアの EFI フォルダをデスクトップに持ってきちゃいましょう。どっちがどっちかわかるようにちゃんと名前を変えちゃいましょう。
次はオープンコアのです。アイコンを整頓しちゃいました。次は Windows 11がどこにあるのかをパーティションの UUID を調べて REFIND の設定ファイルに書き込みます。どのアプリで開くかを聞かれますが、さっきダウンロードした MI を指定しましょう。ここでみんなに合うように設定ファイルの一部が変わってると妖精の中田さんが言ってたので、細かくは違うところがあるかもしれません。Windows 11のボリュームのパート UUID を変えるだけなので気にしなくても大丈夫です。次はターミナルを開いて Windows 11の起動パーティションがどこなのかを調べます。このパソコンではディスク 0S1 がそのパーティションの名前だと分かりました。そこでこのように打ち込んでさらに調べます。最後にディスクパーティション UUID がこのようにわかるのでご記手しましょう。設定できたので保存しちゃいます。次は最終的な EFI を作ってカタリナの EFI パーティションに入れちゃいます。ブートはそのまま入れて、クローバーは中のクローバーフォルダを入れて、オープンコアは中の OC フォルダを入れちゃいましょう。これで EFI フォルダはできました。次に実際のカタリナの EFI パーティションに入れちゃいましょう。古い方はなくすと困るので名前を書いておきましょう。これで全ての設定は終わりました。カタリナの EFI
UI パーティションから起動すると、このような選択画面が出ました。それぞれの印の Windows 11、オープンコア、クローバーが動きました。そして最後にカタリナも起動します。この回でこのノート編は一応の区切りとなります。最後にお知らせです。妖精の中田さんたちは Windows、Ubuntu、オープンコアクローバーのクワッドブ